模型ではここにをジオラマに再現しています。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回は橋梁、ダム表現を得意とする凄腕モデラーの愛樹さんと、生活のぬくもりや人々の営みをテーマに創作を重ねてきた僕がラボレーションしちゃった作品の完成した姿をお楽しみいただきます。個性と個性が交わる時って必ず新しい流れが生まれると思ってまして、その流れがジオラマという世界にどのように現れてきたのか、2人の化学反応の結晶をお楽しみください。動画は大きな視点から始まってだんだんと細部に向かっていくという、まるで大から小への旅とでも言えるような構成にしました。目次チャプターを目印に皆様のペースでこのジオラマの旅を最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。作品は夏の終わりの9月から10月ぐらいを想定して作ったんですけど、ちょっと紅葉始まっちゃったんですが、いいタイミングだったんで走行動画を撮影しました。来週公開しますので、よろしければそちらもご覧ください。前回の動画でもご紹介しました現地の画像です。群馬県渋川市棚下にある JR 上越線の第三利根川橋梁は、利根川だけじゃなくって棚下の集落ごと一気に超えるスケールの大きな鉄橋になっていまして、ジオラマではこんな感じで愛樹さんの美的センスとバランス感覚で全体がまとめられていて、そしてこの集落のエリアを生活のぬくもりをイメージしながら僕が表現しました。愛樹さんがかっこよく作った河川敷に僕が増水時のリュールアートを追加したりして、そして愛樹さんの利根川のこだわりの水面表現があって、渋川川もアレンジして再現されています。この動画ではジオラマでも一番目を引く橋梁のエリアとこちらの集落のエリアに分けて詳細をご紹介してまいります。下り線の橋梁は大正13年、なんと1924年の開通時のものなんだそうです。利根川にかかる部分がこうしてトラス橋になっていて、そして集落部分がガーダー橋になっています。利根川の可動の上のトラス橋は両サイドがガーダー橋になってるんですけど、模型でもそれがしっかり再現されていて、そうそう、トラスの下の点検通路もしっかりできてるんですよ。こうして下から見上げるアングルで見ると、愛樹さんの情熱がもうめちゃめちゃ伝わってきますよね。ここで皆様に問題です。この画像の中で愛樹さんが一番熱を入れたところってどこだと思いますか？情報量がめっちゃ多いから思わず考えちゃいますよね。答えはこちら。さっき愛樹さんに伺ったんですけど、答えは橋梁の点検台でした。でこれね、点検台に限らず全部がこだわってるように見えますよね。下り線の河川柱はこのように一昔前に見られたタイプのものが自作で再現されています。ちょっと取材画像をご覧ください。集落を越えるガーダー橋なんですけど、県道が交差する部分の構造特徴的ですよね。ジオラマでも集落を越える壮大なガーダー橋がこうやって再現されてて、県道との交差部分しっかりと再現されてるんで、思わずニヤッとしちゃいました。制作編でお話ししました魂のこもった手彫りの石積み橋脚、めっちゃいい感じに仕上がってません？石積みが積み重ねてきたですね、その時の流れっていうのを感じますよね。僕はジオラマは作者さんの思いが詰まった芸術作品だって思ってて、いやまさにこの作品一品だなって思います。第三利根川橋梁は上り線と下り線で架けられた時期が違うらしくって、それぞれで構造が異なるのが特徴です。こちらの上り線は複線化工事が行われた昭和38年1963年に架けられたそうで、橋脚はコンクリート製で、愛樹さんの手によって半世紀以上の弱いを重ねた姿が見事に再現されています。そして愛樹さんがこだわった点検用の足場もこのように再現されています。上り線の橋脚を全体的に見渡してみます。こちら利根川の部分がガーダー橋になっていて、こちらの集落部分はコンクリート橋になっていることがわかります。河川柱なんですけど、近年現地のものはビームが交換されているようなんですが、ジオラマでは時を超えて様々な車種を楽しめるいい時代設定で再現されています。僕が後から一部の河川柱やこんな感じでケーブルを追加したんですけど、河川柱に設置したケーブルは電線とのコントラストを出したかったんで、あえて太めに再現しました。コンクリート橋にはレーザーカッターで製作した手すりが設置されていて、さらには橋の下にはこんな感じで排水管も再現されてるんです。新しいとはいえ半世紀以上の年月を重ねた
この上り線の橋梁の足跡を愛樹さんは見事に再現されました。実はこの利根川周り全体感を整えるために地形をアレンジしている場所があるんですけど、皆様お分かりになりますでしょうか。僕はあんまりに自然だったんで、自分が擁壁とかですね追加工作するまで気づかなかったんですよ。答えはこちら、この切り通しの両側の山です。実はこれジオラマのアレンジになっていて、実際はこんな感じで段丘街の林になってます。そうなんです、ここも河岸段丘なんです。河岸段丘って僕ミニレイアウトを作ったり、沼田市や上野原市にですね見学に行ったり、今住んでる仙台市も河岸段丘の街なんで、何かと僕河岸段丘にご縁があるみたいです。ジオラマではこの段丘街から標高をさらにぐーっと稼ぐことで背景の役目も果たしてくれていて、これがなかったらめっちゃスカスカなのが想像できます。この画面の右手が上流になっていて、少し上流に行くとアヘドダムっていう搾発電所用のダムがあります。愛樹さんは工作の時にそこをかなり意識して水表現されていて、川石の配置もストーリーを考えながら工作されています。僕は愛樹さんが作ったかっこいい河原に増水時の角跡を想像しながら追加で再現して、それぞれの視点の違いからこの水のドラマというのを再現しました。まあもっとも僕にはこの水表現ってできないんですけどね。河川敷の草表現も均一にならないように、ここの草ってですね人の背丈ぐらいあるんですよ。そこをかなり意識して工作されてます。僕が現地調査した時、堤防に生い茂る草がとっても印象に残ったんで、愛樹さんがかっこよく仕上げてるその上から追加工作として植生をもろもろ追加したんですけど、でもですね撮影でこのジオラマを持ち出すたびにボロボロ落ちちゃって結構減っちゃいました。ジオラマの下流側から上流側を撮影してみたんですけど、このゴロゴロした川石がめっちゃ本格的なんです。こういう水が織りなす大自然というかドラマをですね想像していくっていうのも楽しいです。こうして川石見てると大学時代の地理の課題を思い出すんです。鬼怒川の中流域に行って川の石にですね定規を当てて流形を測るっていうのを授業でやったんです。ここで問題です。愛樹さんがこの水流表現でこだわったところは何だと思いますか？答えはいくつもあるんですけど、前回の動画のクロストークでもそのうちの一部を愛樹さんお話しされていました。答えの一つが水泡で上流と下流が一目で分かるようにすること。そうなんです。画面手前側が上流になっていて奥が下流になるんです。そしてもう一つのこだわりが、僕はあんまり詳しくないんですけど、さっきご紹介したダム、このダムの関係で水の透明度が変わるらしいんですよ。それを再現することなんだそうです。今度は水流じゃないんですけど、橋脚の足元付近に設置されているコンクリートのブロックの再現とか、そして右岸は段丘街になってるんですけど、この護岸ブロックの違いの再現とか、いろんなところにこだわってらっしゃって、せっかくなんで増水の跡として所々に流木を追加しておきました。こうやって2人の水のドラマをそれぞれ別なストーリーを考えながら作品を手掛けたってことがお分かりいただけると思います。ところで撮影した画像を愛樹さんに見せたんですけど、背景によって第一利根川橋梁にも見えるっていうことで調べてみたんです。渋川駅そばの第一橋梁とか第二橋梁って構造が似てるんですね。そういうわけでこの作品は画角を工夫して背景を変えることで第一橋梁に見えなくもないっていう楽しみ方もできます。そういえば第一橋梁より少し下流側にいい温泉があって、一連の取材帰りに立ち寄ったっていうのを思い出しました。愛樹さんも僕もものすごい熱量を込めて制作した作品なんで、動画の撮影もめっちゃ熱量を入れてまして、せっかくだったら県道から橋梁を望むこんな感じの画像を撮影したいなって思ったんです。何回も撮影重ねたんですけど、今の僕にはもうこれ限界なんです。でもなんとなくここの雰囲気に似てるって感じていただけたら嬉しいです。棚下の集落は県道の周りに発達していて、先ほどの動画を撮影したあたりがここで橋梁の利根川上流側になります。県道が集落の真ん中を通過しているのがお分かりいただけるでしょうか。こちらが反対側の下流側で、画面の左手が渋川市の中心街になって、画面の右手が沼田市の方向になります。そして色をつけたところが県道です。
実際の棚下の集落の様子をご覧ください。多くの車が往来したり、たくさんの人々が行き交うっていう感じじゃなかったんです。じゃあ街の息遣いをどうやって再現するかってちょっと悩んじゃったんですけど、皆様でしたらどうされますか？僕が出した答えは、取材の時に目にしてきた実際にあるものとか見たことだけじゃなくって、人々の生活のドラマを想像しながらフィクションを追加するっていうことだったんです。そこにある施設から集落の人々の生活のイメージをぐーって膨らませて、でも実際の集落ってジロジロ見たらめっちゃ失礼じゃないですか。だから家に帰ってからたくさんドラマを考えました。ここからはそんな僕が作り出した世界をお楽しみください。現地の橋梁の下にはスクールバスの待合所があって、その前にはこんな感じで広場があったんです。そして周囲はとっても閑静な佇まいだったんで、模型ではここにドラマを再現することにしました。僕の家族に保護犬のワンちゃんがいるんで、ワンちゃんのお散歩のシーンを再現したんですけど、手持ちの人形が大型犬だったんで、これ見えますでしょうか？それなりの大きさのものを再現しつつ、ちゃんとここ見てください。お散歩バッグを持ってるんです、飼い主さん。ちゃんとモラルがある姿を再現してるんです。両方ともニヤニヤして作ったんです。そして自作したスクールバスの待合所なんですけど、これわざと扉を半開きに作ってて、建物を作りながら誰かが出入りする姿を再現したら楽しくねって思ったんですよ。で、実際に設置する時に資源ゴミの日にしようって思って、古新聞の束を捨てに行く集落の当番の人を再現したんです。ゴミ捨て場って掃除当番あるじゃないですか。あれと同じで、この待合所もお掃除当番あるんじゃないかななんて勝手に想像したんです。そして地方のゴミ捨てって車で行くことも多いのご存知でしょうか？特にこの待合所の前だと他の車の迷惑にもならないっていうことで、おじさんが無造作に車を止めてすぐに出れるようにしてるっていう姿を再現しています。あと現地にはなかったんですけど、集落の有志がプランターに花を植えてたり、防犯のぼりが立っているっていう姿を再現したりしています。そして現地にもあるダムサイレンの看板は場所をアレンジして再現してて、あとですね、この広場には集落の掲示板みたいなやつとか木の切り株もあったんです。なのでそれも模型化したので、別動画にしてますから、もしよろしければご参照ください。で、さっき今日は資源ゴミの日にしたってお話ししたんですけど、ゴミ捨て場には資源ゴミを捨てに来る集落の人、これちゃんと手に資源ゴミの束持ってるんですけど、それだけじゃなくって生ゴミに期待して偵察に来た2羽のカラスパイセンの姿も再現しています。ちなみにフェンスはわざと何箇所か穴を開けて作ってて、こちらその1箇所から中に入って覗き込んでるカラスパイセンなんですけど、覗き込んだらなんだよ今日資源ゴミかってなってる姿を再現したんです。ゴミ捨て場の中には古新聞の束とか、これ見えますでしょうか？お店で働いてる方とかあれあれって思っていただけると思うんですけど、段ボール箱の中に折りたたんだ段ボールを突っ込んで捨てたりするじゃないですか。あれを再現したり、こちらは折りたたんだ段ボールをビニールの紐で束にしている姿を再現してるんです。こういうのめっちゃ楽しくって、作り方は別動画にしましたので、よろしければご参照ください。このジオラマってあんまり人を多く配置しすぎちゃったらちょっと嘘っぽくなっちゃいそうじゃないですか。だからここには運送屋さんのトラックを配置したり、後ほど紹介しますけどお墓の再現工夫してみたり、携帯電話の無線基地局なのかダムのサイレンなのかって、この辺りの周辺も含めて各家庭だけじゃなくってこれらの設備にも電線を再現したり、自作の地デジアンテナなどの小物類で人々の生活の息遣いを再現しながら、こちらの一部の建物に昔のテレビアンテナを残すことで時代も見る人が自由に想像できるように作っています。建物からも人々の営みが想像できるように太陽熱温水器とか地デジアンテナを再現しました。そしてこの農家さんの庭先なんですけど、 JA の営業の人って勝手に想像したんですね。保険商品をご主人に勧めてて、ご主人今の積み立て型のとかなんとか言ってる姿を想像したんですよ僕で。ちょっとうちの人騙されやすいんだけど本当大丈夫みたいな感じで掃除をするっぷりで聞き耳を立ててるなんて奥さんも再現してます。くれぐれも全部フィクションなんでご了承ください。でですね、農家さんの車の奥にしっかりと止められているのが営業さんの車で、僕も営業時代は車の止め方とか止める場所ってめっちゃ気遣いました。敷地内には石仏や古井戸も再現していて、ここには蜂の巣を再現しています。
蜂の巣の制作動画は別動画をご参照ください。愛樹さんから引き継いだこの建物、詳細は前編動画をご覧いただければって思うんですけど、ジオラマに置いた後に現地にはないのにここにも蜂の巣を作ってニヤニヤしてました。そして荷物用のエレベーターを再現したり、ジオラマ内にある全ての現役の車にはこんな感じでナンバープレートを再現していて、こちらの農家さんの車庫に設置されている車はもう廃車なんでナンバーがない姿を再現しました。ご夫婦の思い出が詰まってるんでしょうか、それとも息子さんのコレクションなんでしょうか。そんなことを想像してました。もちろん全部フィクションです。そして民家の前の納屋の軒先にはご夫婦が休憩している姿を再現してて、お茶を飲んだり一服おにぎりとか食べてるんでしょうか。よく壊れた冷蔵庫にいろいろ入れたりするじゃないですか。それを再現してて、焼却炉の前には草むしりした草の山を再現して、これもしかしてさっきのご夫婦が草むしりしたやつ山になってんのかしらなんて想像できるようにしたんです。お隣の敷地にも離れなんでしょうか納屋なんでしょうか建物を再現して、想像はまだまだ続くんでお付き合いいただけますか。軒先にですね鳥よけの CD 吊るしてみたんですよ。めっちゃ楽しくないですかこういうので。段ボールゴミを置いてみたり、これ今日の資源ゴミに出すんですかねとか考えちゃうんですよ。そして魚用の発泡スチロールとか無造作に置いてることあるじゃないですか。それを再現して、で木材山積みにしたらなんかありそうだよねって思って想像でいろいろと木材を積み上げていきました。現地ではこんな感じでトラックの荷台を倉庫代わりに使ってたんで、これすごい偶然なんですけど荷台だけのトラックがジャンクボックスに入ってたんですよ。それを使って再現しました。そしてこっちは昔作ったレイアウトに乗せてた車なんですけど、線路を汚す時にこの車も間違えて汚しちゃって思いっきり塗料かかっちゃったんですよ。でそれ取ってたんですね。で今回その車をもっと汚して廃車体にしました。いやどっちも奇跡の再利用ができてよかったです。橋梁の間の地上にある暗渠の周囲にはこれですね二暗渠になってるんです。勝手に鉄パイプとかブルーシートを置いてみたり、工作の時って破片とか出るんですね。でその破片を廃材の模型に昇華してあげて、それを使って廃材置き場を作ったり、そしてここには草むらに勝手に廃車体を置いたりしてニヤニヤしていました。暗渠が利根川の堤防にぶつかったところには水門がありましたので、確かですね愛樹さんから引き継いで最初にこの水門作ったような作んなかったようなどっちだよって言われそうなんですけども、記憶がめちゃめちゃでもここ見てください。この再現したかった雰囲気なんとなく出せてると思いませんか。いや写真見ないと分かんないしって思うんで、こちら現地の写真ご覧ください。水門の脇の看板の存在感半端ないんすよ。ということで模型だと同じアングルで撮影できないんですけど、近い画像をご覧ください。これですね橋梁が完成してから水門を置いたり看板立てたりしてるんで、設置がめちゃめちゃ大変だったんです。あとここにあった注意看板も模型化しています。せっかくなので愛樹さんから引き継いだこの状態からの変化をご覧ください。水門はこちら、ここをこうちょっとね行ってみたかっただけなんですよ。ごめんなさいマジで。水門の利根川側はこんな感じにしてあります。橋梁の下流側のスクールバスの待合所の裏側にあるこの建物は下見板張りがすごく印象的でした。模型化にあたっていろいろアレンジしたんですけど、それなりにできたんじゃないかななんて思ってます。そう携帯電話の無線基地局なんだかダムのサイレンなんだかよくわかんないこの設備なんですけど、電池を加工して作っています。制作動画は概要欄をご参照ください。この設備の足元周りなんですけど、石碑とか祠が並んでたんですね。なので模型でもそれを再現しています。そして各建物は電気メーターを設置してて、でもそれだけだとちょっとスカスカしますよね。もうちょっと欲しいなって思って、だから木の板とか植木用の支柱とかよくお家の壁に立てかけたりするじゃないですか。そういう風に想像しながらいろいろ設置しています。それぞれ制作動画は概要欄をご参照ください。集落のゴミ捨て場の両側にはこんな感じで墓地が広がってたんですね。広がってるっていうサイズじゃないんですけど、でもあんまりそのまま再現するのってちょっと模型でもあれじゃないですか。出ちゃったりとか嫌だしみたいな。なんでゴミ捨て場の左側のこちらの敷地はインターネットで今ねお墓の向きとか調べられるんですよ。どっちの向きなら大丈夫とかそういうの調べて、論理的に破綻がしないように現地をアレンジしたんです。少しね敷地を広げてあげたんです。で今度こっち側のゴミ捨て側の右側も
敷地を広げたり、そして様々にアレンジをして全体の雰囲気がなんとなくまとまるようにしました。ちょっと忘れてたんですけど、この墓地の塔場、これね、一部自作して再現したんです。そしてここの電話線なんですけど、実際にはこうなってないんですよ。でも道路と交差させたら結構賑やかに見えんじゃねって思って、賑やかしでここ交差させました。そしてこちら側は同じようにですね、寂しかったんで賑やかしでここにはクロージャーを設置しました。集落の建物の周りには現地同様に農地を再現しました。とはいえ配置などアレンジしてて、人々の生活の息遣いを勝手に想像しながらニヤニヤして作ったんです。集落の裏手には農地が広がってて、ジオラマではこうして集落の厚みを少し薄くしてあげて、現地をアレンジして再現しました。これがまためっちゃ楽しくって、コンポストを再現したり、緑色のハウスを作ってみたり、はたまた廃浴槽、よく畑で見かけませんか？これを置いてみたり、古井戸 SNS で石乗っけた方がもっといいんじゃないってご助言いただいたんで、石を乗っけて再現したり、無造作に木材を積み上げてみたり、こういうのありますよね。あとここは逆 U 字型、V 字型ですかね、の支柱を並べてみたり、あと僕ですね、今年から家庭菜園始めたんですけど、黒いビニールマルチングっていうらしいんですね。これを再現してニヤニヤしてたんです。愛犬ウォーキングでよく最近見かけるのが、農地を覆っている獣対策の電気柵なんですけど、これも自作してニヤニヤしてました。電気柵の模型ってあんまり見たことなくないですか？ちなみにこの電気柵ってゲートがついてて、これ取り外しができるんですよ。なので模型でもわざと外して、自転車でワンちゃんと一緒に農作業に来たおんちゃんがワンちゃんと一緒に一服してる姿を再現しています。ジオラマの端っこには物置を置いて、この手前にも建物とか敷地が広がっていることを想像できるようにしました。こちらのお宅の前の農地は、ここ今は使ってないっていう設定にしたんです。だから骨組みだけのビニールハウスを設置してみて、この中にさっきご紹介した電気柵、やっぱ失敗柵あって、これを無造作に置いて、これは使われなくなった電気柵っていうことでリサイクルしてみました。それ以外にも魚用の発泡スチロールとか木材とか支柱なんかを無造作に投げ出してみて、使っていないっていう雰囲気を演出してるんです。一方で母屋の前の畑は現役っていう設定にしてて、最近の畑ってイノシシなどの獣対策でネットで覆われてるんですね。なのでさっきの使ってない農地も含めて敷地全体を囲ってみました。こちら側の農地は母屋よりも一段低いところにあって、こんな感じで渡り板を置いていて、畑には鳥対策の空き缶とか、これね本当はペットボトルが多いんですけど、今回空き缶にして賑やかしてます。そして支柱をたくさん立てて賑やかしを再現しています。この畑の周りにもコンポストとか古井戸とか廃浴槽とか、そしてこちらには鉄パイプの柵を作ったりしています。沼田川の下流側の端っこも農地になってて、いやーこれねちょっとね拡大写真撮りづらくって、ちょっと見づらい画像でごめんなさい。土留めとかで石積みが金属のネットで角型に覆われてるのをご存知でしょうか？これですね、ジャカゴっていうらしいんですけど、それを再現しています。こちらのお宅の前の農地は今は工作はお休みっていう設定なんですけど、よく敷地内に農耕機械とか資材が棚に積まれてるって見かけるんですよ。これをねなんだかありそうだなって思って再現してみました。ここまで集落の人々の営みをテーマに作品をご紹介してまいりました。愛樹さんと僕の化学反応はお楽しみいただけましたでしょうか？個人的には2人の熱量が予想以上の化学反応を起こしてくれたんじゃないかななんて思ってまして、いやだって今の僕ではこんなかっこいい橋梁とか水流の表現絶対にできませんし、これすごくないですか？イベントに出展すると皆さんこっち側だけご覧になってこっち側だけ褒めてニコニコされて帰られるんですよ。でご質問も当然こっち側だけみたいな感じで、僕ね分かんない中適当に答えるのって嫌いなんで、愛樹さんって劇団サンポールさんっていう凄腕モデラーさんの集まりに所属されてるんですね。で当チャンネルでも畑さん、ケーキ押し入れさん、ボシさんと凄腕のモデラーさんたちの素晴らしい作品をご紹介させていただいてるんですけど、ご質問いただくたびにその劇団サンポールさんのブースに僕聞きに行ってたんですよ。こんなかっこいいとそうなっちゃいますよね。でこちら愛樹さんから引き継いだ建物で僕が追加工作をしている途中なんですけど、彼らがいなかったら今こうして皆様に完成した作品をお届けできているかなんてめっちゃ怪しいんですよ。そもそもでどうして2人合作したのって思
思われるかもしれないんですけど、ですね、不思議なご縁っていうとめっちゃ綺麗で詩的、ポエムっぽく聞こえると思うんですけど、僕ね、ビール大好きなんですよ。ビールしか飲まないオンリービールなんですけど、その日もビールをたしなみながら SNS を見てたんです。そしたらね、愛樹さんが新作の制作にあたってこの作品の置き場に困り始めたみたいな感じのメッセージを SNS で投稿されてて、ビールを飲みながらその投稿を見た僕は添付画像を見て、あ、かっこいいわーって思っちゃって、速攻で愛樹さんに絡んで、気がついたら愛樹さんのお宅に伺う段取りになってたんですよ。もうめちゃめちゃでしょ。そうなんですよ。この合作ってまさかのまさかで、僕がビールを飲んで酔っ払ってヘベレケになって発動した水拳がきっかけだったんです。もうマジかって感じじゃないですか。もうね、自分が一番信じられないんですけど、しかもね、お互いの家族がめっちゃ心配しちゃって、その人本当に大丈夫な人なの？会ったことあるの？どんな人なの？みたいにお互いになっちゃってたっぽくってですね、そりゃそうなっちゃいますよね。愛樹さんのお宅に伺ったら、お互いね、かしこまって自己紹介から始めるなんて、もうね、すごかったんですよ。でもね、その時に愛樹さんの作品を拝見したんですよ、初めて。そして僕なんて思ったかっていうと、この人ただものじゃなかったんだとか思ったんですよ。もうね、あんた今更それ言ってんのみたいな、めちゃめちゃですよね。その時に愛樹さんの作品を取材させていただいたのが動画としてございますので、もしよろしければ、めっちゃかっこいい作品なんでご参照ください。第三利根川橋梁ジオラマもこの日に初めて拝見して、一目見てこの作品めっちゃ熱量こもってるっていうのが分かっちゃったんで、でもね、集落部分がまだできてなかったんですよ。めっちゃおこがましいなと思ったんですけど、愛樹さんにもしよろしかったら僕が集落部分を引き継いで作ってもいいですかねみたいな感じで引き継ぎのご提案をしたんです。そしたら愛樹さんも最初からそのつもりだったみたいで、僕ね、散々酔っ払ってたから愛樹さんがこういうコメントを出されてるっていうのを見てないというか、完全に忘れてるかどっちなんだろう、多分ね見てなかったと思うんですよね。めちゃめちゃですよね、もうこんなので。こんな感じで合作がスタートしたんです。もう人生って何が起こるかわからないもんですよね。完成してからは僕の部屋に展示してるんですけど、未だにね、この作品が僕の部屋にいるっていうのが信じられないんですよ。夢のようです。で、こんな感じで2人の熱量がコンボした作品なんですけど、それだったら動画もやっぱり熱入れて撮影したいじゃないですか。何回も何回も撮影を重ねたんです。で、完成した時去年だったと思うんですけど、その時の画像も含めると動画も静止画も合わせて最低でも1000枚以上めっちゃ撮影したんですよ。皆様が少しでも楽しんでいただけたんだったらすごく嬉しいです。とっても大きい作品なんでそんなに頻繁じゃないんですけど、時々イベントで展示してるんですね。で、この作品展示する時は事前に YouTube コミュニティでご案内してるんですけど、参加するイベントの全部に持っていけるわけじゃないんですよね、やっぱり。なので、もし展示されているこの作品をご覧になられましたら、この動画を思い出していただきつつお楽しみいただけたらなぁなんて思います。冒頭でもご案内しましたが、来週はこのジオラマでの車両の走行シーンをお楽しみいただきます。すっごいかっこいいのが撮れたんで、ぜひぜひ皆様もご覧になってください。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また来週お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。長い時間お付き合いくださいましてありがとうございました。感謝します。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私、アトリエモリジがオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。